皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、住宅ローンを抱える方たちの現状について触れてみたいと思います。住宅ローンの支払いにあえぐ方たちがあまりに多く、その方たちの苦境が日本経済に与える影響は計り知れないと考えます。特に不要不急のサービスや商品を取り扱っている企業、個人事業主にとって、自分の事業に関わるユーザーに何が起きているかを知ることは今後のマーケティングや設備投資などを考える上で知っておかなければならない情報だと思います。当事者の方にとっては非常に辛く苦しい日々を過ごしていることと思いますが、なぜ苦境に立たされてしまったのかという根本原因を考える上でも参考になればと思います。経済は全ての人同士が少なからず関係性を持って成り立っています。特に今の時代は対岸の火事だなんて悠長なことは言ってられないと思います。今回の動画では、1、日本国内の住宅ローン支払い者の実態、2、海外の状況はどうなっているか、3、何が原因で起きているのかについて情報をシェアしていこうと思います。最近、世界で起きていることの特徴は特定の人たちだけが苦境に立たされているということではなく、人類全てが苦境に立たされているのではないかと思えるほど、ありとあらゆる試練が起きていると思います。経済的に困窮している人たちが抱える問題もあれば、どちらかというと経済的に余裕のある人たちも金融危機という可能性と向き合っており、資産を守れるか失うかの難しい局面を迎えています。その対応が非常に困難なのは、何か一つの危機が起きただけでも大変なのに、それが同時多発的に起きているからであり、しかもその状況が長期的に続く様相を呈しているからだと思います。世界中では毎日多くの出来事や事件が起きており、常に状況が変わってきています。今後何が起きる可能性があるかを常に警戒しておくことは、大難を小難に変える上で非常に大切なことです。この動画を作成することで、私自身も情報の整理ができましたし、視聴者様におかれましては、今後起こりうる災難に対してのマインド設定をするためにもこの動画がお役に立てればと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回のテーマでは不動産ローンの支払い困窮者が続出しているということを取り上げていますが、そのための解決策を提案する内容とはなっておりません。もし当事者の方がこの動画にたどり着いたとしたら、おそらく満足のいく回答が得られないと思います。他の専門知識を持った YouTuber の方が配信する動画を見てもらった方が良いと思います。ただ、当事者であっても、なぜ今の状況に陥ってしまったのかということを考える上では有益になるかもしれません。お時間が許されるのでしたら最後までご視聴いただければと思います。では本題に入りますが、あなたは住宅ローン破綻予備軍が何割いると思いますでしょうか。なんと全体の6割以上になります。ちなみに勤労者世帯で住宅ローンのある世帯の割合は 41.8% となっており、平成11年は 39.8% となっていますので増加傾向にあります。住宅ローンを利用している 60% が住宅ローン破綻予備軍と言われているということはかなりの非常事態と考えられます。世界の指導者と言われている人たちが何を考えているのか、そして日本政府が行っている数々のありえない施策から、今後日本はどうなっていくのかを考えたときに、その住宅ローン破綻予備軍が現実として破綻してしまったら一体日本経済はどうなってしまうのでしょうか。言えることは間違いなく日本人全体の危機となります。その住宅ローン破綻予備軍と言われている理由を実際に示すデータがあります。この図は国土交通省が毎年、実際に住宅を購入した人に対して行っているアンケートの結果です。詳しく確認したい方は概要欄のリンクからご覧になってください。アンケートでは、様々な項目について質問していますが、その中の一つに、住宅ローンが家計に与える影響というものがあります。そのアンケートでは、以下の4つの項目から選んでもらう形式になっています。1、非常に負担感がある。生活必需品を切り詰めるほど苦しい。2、少し負担感がある。贅沢はできないが、なんとかやっていける。3、あまり負担感はない。贅沢を多少我慢している。4、全く負担感はない。家計にあまり影響がない。1は住宅を買って間もないのに、すでに生活必需品を切り詰めるほど苦しいと答えています。この1に該当する方だけでも1割強になります。さらに2も今は大丈夫でも、
将来お子さんの教育費がかさむ時期や老後などに破綻するリスクがある予備軍と言えます。そして今ではローンを組んだ時との状況が明らかに違ってきており、水道光熱費の高騰によってさらに該当者が多くなっていくと思います。なんと1と2を合わせると6割強になります。今後の景気の動向は決して楽観視できる状況ではないので、この割合はさらに増えることになるでしょう。では実際に住宅ローン破綻をする人の割合はというと、約 2% から 4% と言われています。それが高いか低いかは個人の感じ方によると思いますが、住宅ローン自体は事業性のローンなどと比べて破綻率が非常に低いと言われています。理由は担保に取られているのが家なので、家がなくなると家族が路頭に迷うことになってしまうということがあるようです。他のことを我慢してでも住宅ローンを何とか払おうとするのでしょう。実際に破綻する人は50人に1人か2人かもしれませんが、住宅ローンを返すために体を酷使して働いている状態の人はもっと多いのではないかと思います。裁判所の司法統計によると、2022年10月速報値で自己破産件数は6121件だそうです。そのうち個人は5589件でした。破産件数自体は前年同月比 96.9% となり、流行り病蔓延からの経済回復で減少傾向にあるものの、先ほども述べたように住宅ローン破綻予備軍が 60% 以上いるということが事態の深刻さを物語っています。自己破産に追い込まれる理由は様々ですが、以前から多いのが住宅ローン破産だと言われています。住宅購入となると、その価格は数千万円。それを一括でというのは難しいので、多くの場合住宅ローンを活用することになります。何十年と分割で購入すれば、月々の支払いは賃貸住宅を借りるよりも安くなることも多いので、これくらい返せるだろうと高をくくっていたら、ある日返済が難しくなり、自己破産という選択をするというのがよく聞くパターンとのこと。もちろん誰もが住宅ローン破産となるわけではなく、いくつかのパターンに分類されます。まず収入源。住宅購入の際には、今現在の収入はこれだけあるけど、これから給与も上がるし大丈夫だろうとローンを組みます。しかし勤務先が絶対安泰ということはありえません。住宅金融支援機構によると、流行り病蔓延1年目、最初の緊急事態宣言が出された2020年4月、コールセンターに寄せられた返済相談件数は669件ありました。前月は94件でしたから実に7倍の増加。その後、5月489件、6月255件、7月146件と減少し、2021年度は毎月60件から70件ほどで推移しており、落ち着きを取り戻したように見えます。しかし流行り病蔓延前の2020年2月には、全ての相談件数が15件だったという状況からすると、流行り病蔓延の影響で勤務先の業績不振、給与減やリストラなどで毎月の返済が苦しくなるというパターンがまだまだ続いていると考えられます。給与減と同じくらい多いのが離婚が原因のケースです。夫婦共働きでダブルインカムを前提に住宅を購入したものの、夫婦関係が破綻してしまうといいます。離婚し家族は出ていったが、住宅ローン負担だけが残るというパターンです。ローン負担だけならまだいいのですが、子供がいれば養育費もかかるでしょう。マイホームという幸せも絶対ではないということです。そのような状況の変化によって窮地に追い込まれることもありますが、そもそも無理な支払い計画に原因があるといいます。購入者が心得ておかなければならないのは、不動産会社の目的は売ることであり、売上を上げることです。そして銀行の目的は貸すことであり、万が一の時には担保に取っている住宅を差し押さえて競売によって住宅を処分し、貸金を回収する立場にあるということです。しかし買う人にとっては、家を買ってローンを借りた後が本当のスタートです。つまり、それぞれ目的が違うのです。住宅を購入することを決めるのによくあるのが、家賃と同じくらいの負担でマンションが買えますという魅力的なキャッチコピーです。ここに隠れているのは、不動産を持つ所有コストについてです。しかもよく見ると変動金利で計算されています。今変動金利が話題になっていますが、なぜ変動金利を選択する人たちが多いのでしょうか。確かに固定金利よりも低利率であることが第一に挙げられる原因なのでしょうが、実は別の理由も見え隠れします。それは、不動産会社の立場としては変動金利の方が毎月の支払い額が安く見えますし、売りやすいという事情があるようです。不動産会社の社員としては、
本音ではこの年収でこの住宅購入には無理があるし、自分なら絶対手を出さないということを思っているということはよく聞かれることです。この変動金利が今後大きなネックになってくることが考えられます。これだけ先の見通しが不透明になってきたというのに、今現在も変動金利を選択している人たちがいるというのは、そもそも情報弱者であるということがありますし、自分自身にとっての最適な予算を把握していないから起きることだと思います。現実として今後の日本で起きることは、水道光熱費の高騰や物価の高騰によって多くの企業、個人事業主の破産、倒産も出てくると考えています。世界に目を向けてもロトウの紛争はまだまだ収まる気配がないどころか、日本が戦争に巻き込まれるように政府が動いてしまっています。ということは、もう戦争当事国としての立ち位置になることは間違いありません。そうなると輸入大国日本には、当たり前にあったものがなくなるということも起きてきます。経済がどうなろうと確実に生き抜くためには食料備蓄が必要です。このチャンネルでは、食料備蓄に関する情報を扱った動画をリスト化していますので、ぜひご視聴いただければと思います。一方で海外ではどのような状況になっているかといいますと、アメリカ、イギリスはかなり深刻な状況になっています。アメリカでは異常なほどのインフレが続いており、2022年に貧困ライン以下で暮らす人たちが3720万人に達したという報道がありました。現大統領はその対策として具体的に何をするつもりかは不明ですが、全米のホームレス人口を2年後の2025年1月までに25% 減らす方針を発表したそうです。アメリカ政府にはすでに新たに国債を発行できる財政状況にもなく、来年の大統領選挙に向けたリップサービスにしか思えませんが、アメリカの状況は私たちが思っている以上に深刻な状況となっています。そして日本もその後を追随している政策をとっていますので、そこから何を学ぶかということが問われているのではないでしょうか。参考までにニューヨークでのホームレス人口は77,943人で、ロサンゼルスのホームレス人口は63,706人です。ちなみにアメリカの人口は約3億3200万人ですから、その約 10% が貧困ライン以下で暮らすことを余儀なくされているというから驚きです。次にイギリスのことも少し触れておきます。同じ島国として日本の近未来を予想できることが起きています。イギリスでは 10% を超えるインフレが起きており、普通に働いていても生活困窮に陥っている状態となっていますが、家族の一員ともいえるペットを手放す人たちが増えているというのです。私も猫を飼っていますが、生活苦のために家族同様の猫を手放すことはイメージできませんし、考えられないことですが、これらは決してイギリス人がペットに対する愛情が薄いというわけでもなく、そうせざるを得ない状況になっているということで、その凄まじさが想像できます。このような情報を追っていることで感じるのは、貧困というのは本当に不幸を生み出しているということです。人生はお金だけではないということは重々承知していますが、現実として守ってあげなければならない人、ペットにはお金が必要です。本当に考えさせられることばかりです。いかがだったでしょうか。今回は不動産に関する、特に住宅ローンに関する情報をシェアさせていただきましたが、住宅ローンの支払いに困窮している方はできるだけ早く専門家に相談することをお勧めします。今回この動画でお伝えしたかったのは、今始まったことではありませんが、世の中はババ抜き状態が普通であり、いつの世も情報弱者がその被害に遭っているということです。不動産屋さんが悪いのでもなく、銀行屋さんが悪いものでもないと思います。それぞれが置かれている状況を理解しておかなければ、結局食い物にされてしまったという結果になってしまうということです。そして自宅を購入することに良い悪いはありません。人それぞれの価値観次第であり、自分が描く理想通りの住宅を持つことで幸福感は得られますし、逆に自宅を所有することが一人前である証であるという周囲の価値観に流されて不幸になっていくということも起きています。やはり様々な情報を手に入れて世の中の仕組みというものを理解しておかないと自分の身は守られないということに尽きると思います。ご視聴の皆さんが経営者なのかお勤めの方なのか分かりませんが、冒頭でもお話しした通り、日本国内で何が起きていて、世界ではどんなことが起きているかを知ることは、今後自分や家族に降りかかってくる災難に対しての対策を施す上で必要なことだと思います。私も零細ながら事業をしておりますが、まさに不要不急なサービスを提供していますので、今後私の事業が対象としている消費者の動向は非常に気になるところですし、知らなければならない情報だと思っています。
私が展開している事業というのはもちろん世の中にとって利益になると信じて行っているのですが、現実として消費者の皆さんの経済状況、多くの不要不急なサービスを提供している事業者様が倒産の危機に瀕しているのを考えると、どのようにこの荒波を泳いでいけばよいのか本当に悩ましいところであり、今回の情報を通してどのように対応していけばよいのかという答えを示すことは非常に難しいというのが正直なところです。何をするにも情報がなければ適切な判断、決断ができないと思いますので、そういう意味でこの動画がお役に立てればと思います。大変な世の中になってきていますが、こうしてなんとかご飯を食べられていることに感謝しつつ、情報発信をするという自分ができることを続けながら、元気な日本を取り戻さなければならないという思いが広がることに貢献できればと思っている次第です。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。